僕は総代の息子なんです。息子さんで、お父様が総代をして一応肩代わりみたいに今やってる、なもんで代理みたいな感じで、代理、そうですね。でここやっぱ昔みたいにちょっと盛り上げていこうっていうで自分の力でなんとかできないかなっていう、もう宮っていうふうにこう生まれてきたもんで、まあ死ぬまでここちょっと少しでも力になれたかなっていう。了解ですでは改めましてトルおはようございます。おはようございます。あやさきチャンネル満作の宿り支援士のあやとさきでございます。今日は岐阜県海津市三輪神社さんに来ました。ご招待いただいたというかね、ちっちゃなとこなんだけど、三輪って三輪三輪神社さんはよく聞くけど、俺の知ってる歴史の三輪でいいのか、社会的な三輪の方なのか、三輪御前とかね、山吹御前とかね、結構有名な歴史上祀られた方とかね、そういう方のいるゆかりのとこなのかなって三輪って、まあ白山みたいなブランドじゃなくてね、っていう感じなのかなと思ったんやけど、三輪神社って正直あんまりたくさん聞かないんだよね俺。あるにはあるんだけど、あんまり聞かないのだからゆかりがあるのかなってふと思っただけで、残念知識です俺の何撮ってんのなんでいや昨日その前ってさ土砂降りだったのにさ、今日に限って晴れてんだって、そうだよね。でも忙しくて今日しか来れないで、明日が大雨で、そうまたね、本当はね後ろ桜の木だよねこれ。本当はもうちょいあと1週間10日後の方が全然綺麗なはずだけどね。入りますか。はい、お賽銭持ってくの忘れました大丈夫です。少々お待ちくださいちゃんと持ってきました。あそこなんだよな。天津社天津社出ますか。出ますよ。出ますか。大丈夫。あ、出た。はいしまった、タオルも忘れとったしなかなか今出しっぱなしはねそうですね。本当は母親も花が好きなので、よくいろんなところにこう水場のところに花を置いてやらないと綺麗さがこう見当たらないのかな。それいいかもしれないですね。はい。そうすると参拝の方が結構見えて、なんかやっぱ宮神社をこうもっと広げれたらいいのかなっていう。でまあちょっとフライング的に見たんですけど、はい、右の狛犬のあっちの角に男の子見えるんですよね。男の子が座って見えるんで、はい、話しかけたんだけど、はい、ガン無視されました。で神様っていう感じがちょっとしないんだけど、はい、ここの土地自体がうっすらと残ってんだよね、神器が。で神様自身が今、はっきり言いますと見えないんですよ、そこに。あ、そうなんですか。ただ痕跡はあるんですよ。たまたま今いないだけなのか、それとも何年か前にお隠れになったのかはちょっと分かんない。あ、そうなんですね。でそこにいる男の子が、冬霊にしてはなんか純粋な子だなと思って、もしかしたら後釜の子なんかなと思って、ここの神社もともと古い方の神様が代わりの子、自分が力がなくなったから新しい子が来たのかなっていう、ちょっと今分かんないんだけど喋ってくれないから、だからなんていうの、全くここにその痕跡、神様の痕跡がないわけではない。ああ、そうなんですね。
悪い方言うと他のとこね、はいないとかないんですよ。YouTube ではいないとかマジないんですよ。はい。だからちょっと俺今日心配してたんですよ。なかったらどうしようと思って。なので僕もその時ずーっと本当に大丈夫なのかな三輪神社っていう、そのために桜がこう何ていうんですか、こういうところも薄れていたのかなっていう、そう土地自体はちょっと弱ってますね。かなりかなり弱ってかなり弱ってます。もうこのまま正直ほっとけば消えてきます。新規も力も力も本当に今だいぶ薄いんで、はいあとこのまんまやと10年持つか持たないかっていう、この土地自体の力が栄える栄えないはまあ人間のそのまあそうですよね思いですけど、はいここを守る守護としての力がどんだけ持つかっていう話。最悪ここが消えたとしますよね、ではいはい目の前が川じゃないですか、はい氾濫とか、はいね、昔事故とかここは本当に洪水の洪水よ。そうですねそうですよね、はい地盤的に触ると結構柔らかいですもん。はいでもその分栄養価高いんですよ、はいだから畑とかはいはいですよね。あの子喋ってくれんかな。そうか。ついてくる。そういうことか。ああ、そういうことか。うん、後にしよう。説明後にしよう。なるほど。そういう意味か。とりあえずちょっとお参りだけさせてもらおうかな。はい。よいしょ。開いてるのかな。いや。妥協的に考えればこれがいいかな。はい。種明かしは後で。はい。
うん。ほい。よし、ちょっとそっち行こっか。寒い。寒い寒風い寒い。強いね。寒い寒い。ここら辺風当たらん。大丈夫？今ね、その男の子おって聞いたら、神様がいなくなる光景を見てたっていう。もともとここに神様がいて、はいそのやっぱり弱ってはいもう離れちゃった。それがはいどんなぐらいって言ったら30とか40年ぐらい前はいにここを離れてる。はいなんでそれ離れたかっていうと、はい。もともとはいここ一帯を守ってた方みたいなんですよ。ああ、そうなんですね。でその力がもともと強い方じゃなかった、その神様が。はいでじゃあなんでここにいたかって言ったら、山の方とか向こうの方から力をもらってきて、ここ一帯をはい安定させて、はい悪いものは川に流してた。はいはい。でもそれをこの堤防が高くなったせいではい。よどみ始めたんだって。流れにくくなる。そう流れにくくなってはい悪いものを浄化して捨ててたんですよ。はい。でそれを川に流して海に流してた。はい。でもそれが滞っちゃって、はい自分の力で浄化し続けてたみたいなんですよ。はいはい。でその限界が来ちゃって、まあお亡くなりというかいなくなったっていうか消滅しちゃった。はあ。力を使いすぎちゃって。あ、力を。そうだから残りの力で力を残してった、はい。それがおよそ30年ぐらい前だって。それを見てたっていうこの子が。あこの子はこの子ね江戸時代くらいの子。もともと人間。人間の子、この子人間の子、ここら辺で多分亡くなった子。あ。ああ。江戸時代。江戸時代ぐらいのはい。子が今ずっとそこに見えるみたいで、おそらくここにいるのかなって今でもうろうろしたとしてもここにいるって言ったから、はい。でその亡くなった光景だとかここの昔の風景だとかそういう話をしてくれた。はい。原因は堤防、はいはい。まあ壊すわけにいかないもんで、はいじゃあどうしようかって今思ったのは、はい俺がこれ全体にもう結界かけて浄化をかける。そうするとこの土地は良くなる、いその先をどうしようかっていう考えなんだけど、はい。どうしようかなっていう。この男の子はうん人間だけどその神様の姿が見えてたわけじゃん。見えてた子強い子だよね。強い子だから下手したらこの子に神経を与えても難しい。受け皿がない。そんなにあ、そっか。多分死んじゃう、消滅しちゃう。あーそっか。俺がこの子に力を与えても。だからどれが一番最善なのかなって今考えて、ここを助ける、この土地として助けるのであれば、俺が今ここに結界かけちゃって浄化をかければこの土地はもう10年後消滅するってことはない。でも新しい神様が来るかっていうのは別問題。ああ、別問題。でこの先の喧嘩っていうかさそういうことになっちゃうんだけど、はい。よく見分け魂分けとか、はいはいはいああいうのは正直できないんですよ。はいはい。いくらなんでも神様の魂分けるってことはできないですよ。だから神様の力をいただいたものを持ってくるってことは可能であるけど、はい。こちらに神様来てくださいは正直無理あどんな理屈であれうが。でもそのね、神道や仏教とかそういう話では、はいこちらに来てもらうのが道理とかね、はいはい。そういう言い方がある。はい。新しい神社を建てればはい。所属してたところの神様の見分けをしてもらうっていう考え方が、だからここは名前から察すると結構由緒正しいとこなんですよ、そうですね絶対。はい。だから他の神様連れてくるだとか俺がちょっかいを出していいものかっていう内心があるんですよ。あだからなんていうの、ここを浄化しちゃってきれいにすることは可能だけど、ーはい。新たに神様を作れるような状況を作るのはまた旗違いかなと思って、ああ、なるほど。ワンチャンはい。ここにある引き継がれてる神具とか武具ってあります？引き継がれているもおの。札だったりはい札だったり道具だったり、そしたらそれを俺が神力込めてここに置けば神の扱いになるっていう。っていうと、残滓を増幅しちゃえば。
上がってもよろしいですか？大丈夫です。すいません、失礼します。ちょっと下がちょっと待ってくださいね。ちょっと吐きます。風でどうしてもこれなんか風が飛んできてゴミが。なんか結構昔から父親はなんかこのなんかを触ったりはなんかしてましたけど、ちょっと神様に関してはい女性も男性もないんですよ、正直。はいね、実際的には。はい。まさかね、そこさ、はい。見えるんですよ。えそこ、おばあさん。おばあさん？そう、人じゃない。神様？かもしんないんやで、これ。中に見えるってことですか？今そこの左の狛犬の後ろにいるんですよ、そこ。ああ、こちらに。そこに今いるんですよ。はい。さっきじゃあ消滅してた新規の方なのか、また別の。完全に新しい方かなと思ってんだけど、今どういうことと思って。人じゃないんだって絶対。うん、完全に見えるもん、完全に見えるもん、そこにおばあさん。おばあさんっていうと聞こえは悪いんだけど、体が細いんだけどしっかりしとって、顔立ちがちょっとおばあさんなだけで、普通にもう腕こうやって組んで、座って見えるんですよ、そこに正座して。こっち見て。どうしよう。お話。どうしよう。なんかお茶とか持ってきた方がよろしいですかね。そうですね、新規入れれば多分飲んでくださるけど、普通のものだとやっぱ触れることができないんで。はい。ちょっとさっきの子。さっきの子なの？ちょっとどういうこと？はけ。じゃあ何か持ってきた方がよろしいですか？今は別に。大丈夫そうですか？見えてないんじゃないの？ん？逃げた？逃げやがった。多分いたずら書きだなあれ。今逃げてきやがった。中に見える方誰っつったらさ、とか言ってさ、なんかとっ今走ってきやがったぞ。だから残滓残ってるのか。この方の残滓。一緒。じゃあそのさっき男の子が、亡くなるとこまで見たっていうのは、多分嘘ついてる。嘘ついてる。嘘ついてんのか、その悪い不浄なものを捨てたのを亡くなったって勘違いしたのか。でも今この子にそこに見える方どなたっつったら、なんかこうやって首振るもんで、この方神様って聞いたらがやるもんで。でも普通の人間だったら見えないよね。普通なら見えてるの？その子にはなんか見えとるふりをしとる？だって10歳いかないぐらいの子だもん。じゃあ逆に見える可能性が高い。見える可能性はあるけど、その断りがしっかりしてないから適当に言っとる場合もあるか。適当に言って合わせただけなのかもしれない。こっちの方に聞いた方が。こっちの方が早いよな。
いいのかな、俺ずかずか上がって関係じゃないのに。よろしいですか。抜けたりしないですか。俺ウェイトやばいですよ。ウェイトやばいですよ俺。当たり。あなるほど、了解しました。やっぱこちらの司ってる神様みたいで、ただやっぱ何？なんかエッチが気になるって。気になる。ちょっと前行ってき。ちょっと前行ってき。あ、そういうことか。納得した。あ、エッチにいろんな過去がついとるから。ああ、何かあって、そう、何かあって。まあ結論的に言いますと、やっぱここを司ってる神様っていうか、デブに製剤やばいんで崩させてください。はい、で今外の男の子の話を聞いたらいたずら坊主だって言ったからやっぱあんまり真に受けない方がいいみたいなことを言われたんで、はい、でやっぱ力自体はかなり弱ってるみたいで、こちらの方が、はい、でやっぱなんていうのかな、堤防が邪魔なのは当たりだそうで、浄化しきれないからたまるって言われて、どうしてもそれを順番に浄化してるで、お願い、今神様からのお願いを言われたのは苦しいって言われて、その囲まれちゃってちょっと苦しいっていう。囲まれるっていうのはその鉄で囲んじゃってる雨風のために、それがちょっと苦しいって言われたんで、少しなんていうのか明るくできないかなって一部でもっていう。窓を作るとか、窓を作るか一箇所抜いてそこに透明なアクリル板つけちゃうとか、ちょっと苦しいって言い方をされたんで。火が当たらないからってことですか？火もそうですし、そうですね、日光とか直接当たらないみたいで、確かに直接あれに当たっちゃうとあれなんだけど、他のとこに光が入るような感じでちょっと作ってあげるといいのかもしれない。なるほど。ちょっと苦しいって言われたんで、今気持ち的にも圧迫感がって言われて、そうですね、こう全部囲まれちゃってるみたいで、それをちょっと今お願いされたのかなっていう。そうなんですね。で
弱ってるのが事実なんで、はい、一応俺には権限がないんで確認取ってからっていう話にしたんで、はい、でこちらの方に俺を力を与えて、はい、で浄化とこの結界を俺がかけ直していいかっつったら、神様側は助かるって言われて、で一応こちらの代理ね、総大様の代理の方に許可を得てからっつったら、まあ都合があるのはそちらに任せるって言われたんで、だから許可いただければやりますよ。結界と強化と力分けと全部やりますんで。ありがとうございます。力余ってるんで余ってる。今は体調がいいというか、でも昨日までやばかったんだよね。意外とこれで呼ばれた俺めったに右痛めることないんだけど、なんかすごい引っ張られる感じで痛くて首も頭痛が、なんだろうと思って、今俺ないんやて。あ、本当。今ないんやて。だからこれのために俺呼ばれたかなと思って、来なきゃずっと痛めつけるぞみたいなマジでないんやてこれ。強制みたいな、強制みたいな感じでだからまあこれが縁日というかね、つながりというか。だからまあ失礼な言い方、こんだけ小さくてしっかりした、もう実体もしっかりしてるんで。そうなんですか。だからよっぽど昔は強い方だったはず。ただやっぱ使ってだんだん落ちてるから、かなっていう。まあほとんどここにいるみたいで、この左側に。ほとんどあまり動かないようなことを言ってたんで。そうなんですね。最近出歩いたことないって。服装の特徴とかって。着物、完全に着物。色は暗いから見にくいんだよねこれ。何色って言ったらいいんだろう。柿色にちょっと青が入ってるような、うっすらと、柿色わかる。神様っていうのは普段からこの着物を着られてるのが多いんです。そうでもない。その時代時代に違和感のないように人間の姿を真似するっていう、真似をする、そこに溶け込むように不審者扱いされるんですよ。そうなんですか。日吉のとこも昔はなんていうのか、なんか布巻いただけのような格好をした大人の格好をしとったら不審者扱いされて通報されてえらい目にあったから、なんか子供の格好をしてるっていう、子供のちっちゃい着物っていうか、そんな感じをしてるっていう、溶け込もうとしてるんですよね。時代の流れに沿って。そうです。そうなんですか。違和感がない。ただスパン的に人間はもう10年とか言うと大きいけど、やっぱ神様のスパン的には50年とか100年単位だから、100年前200年前単位の服装をしやすいっていう、そんだけのことで。だからあと200年後ぐらいしたらこういう格好の神様がいっぱい出るかもしれない。普通にワンピース着たりフードかぶったりいるかもしれないですよ。神様っていうのは普段こう見えてなくなられるってことはあるんですか。力使い切ると消滅っていう形になるんです。怪我とかそういうのはないし、寿命もない。寿命もないんですか。寿命もないです。もともとは精霊って言って八百万の神々って言われてる美精霊、ちっちゃいどんなものでも神様が宿るっていう考え方、それを昔の人は八百万の神々って言っただけであって、実際はそれを力の塊の美精霊、天の塊がいっぱいあるんです。どこにでもあるんですよ。でそれがいっぱい集まって知恵を持って姿形を持つと人間でいう神っていうのになる。もともとは力の塊なんですよ。生命じゃないんですよ。だから死ぬっていう概念がなくて、力の消費なくなってしまう。人間で言い換えれば仕事しすぎて疲れすぎてある一定限界超えたら消滅しちゃうっていう、人間だと死んじゃいますけど、そういう力の概念なんで、増やすってことはちょっとあんまりない。神様の回復方法っていうのは、参拝してくれる方が、その人の霊気誰でもあるんですよ。生まれた瞬間から子供の時の方が強かったり、鍛えれば強くなるんですけど、その霊気とか思いを溢れ出た余分な霊気、力を吸って食べて力が増すっていうのが人間でいう神様。
人が来なければ来ないほど人が寄らない。そうすると栄養となるそういう霊力とかを食べれないから衰退していく、衰退していくからその土地が死んでいく、はい、土地が死んでいくから人間が離れていく、悪循環ですよね。はいはいはい、でも大きい神社でもいっぱい来るからいいじゃんって話になる。でも悪意も食べるんですよ。そうすると神様調子悪くなるんですよ。はい、そうするとこんなとこ折れるかっつって大きい神社だろうがはい、出てっちゃうんですよ、神様って。はい、でここの神様はまあ小さいけどずっとお見えになる、はい、どんだけ昔からいるかわかんないんですけど、まあちゃっちゃとやりますか。お時間大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。じゃあちょっと先に落ちくる。マイクいい？マイク外した方がいい？いや、どっちでも大丈夫なら。まあ、多分譲渡だから大丈夫でしょ。開いて首と痛い。ずっこいや力の譲渡しましたんで若返りましたごっそり持って帰ったと思ったらちょっと若返った？おばあさんだったのが30代ぐらいになったんですけどそういうこともあるんですか？力があれば何でもできる。もともとはなんていうの、人間っていうのは有機物だけどもともと精神体だから精神が強ければ服すら自分で作れる。ああ、知るか知るかだそうです早速使ったんだ早速使って早速使われて、なんか力与えて後ろからこうやって安定させようと思ったら、あれなんか髪の艶が良くなっていくと思って顔こうやってチラって見たら若くなって振り向いたら若っと思ってそういうこともあるんですか？いいっすよ、もう二度と来ないですからね俺。いや、まだ俺電池じゃないんでそういうのはあるんだ。力がなかったから変われなかったってこと？そう。じゃあ最初になった姿がその姿だったってことか？
多分ここってさ年配の方多いですよね。あ、そうです。だからここにいてももし見られても不審者扱いされないように。だからおばあさんのような格好してたって。きっとね、これは俺の予想。例えば10代の方がたくさん来とったら10代みたいな。そう。そうっていうのはこちらにおった小さい子供さんは多分どっかからヒュッて来てここでただ浮遊霊みたいにたむろってただけ。たむろってただけ。どっちかっていうと悪ガキ悪ガキいらんことしないように。はいいやここら辺をきれいにするの任してよって言われたからさ、はいって要は浄化のことやね。はい、やりましょうか。やっぱ幽霊とはいえ、子供を鵜呑みにしてはいけません。いろんなパターンがあるよね。そう完全に嘘つく子もおれば、そう喜ばせるために言う子とかもいるしね。だからああいう言い方をしたんだけど、初め多分言っとるよね、痕跡あるって、力もこんだけ強いの残るかと思って、30年前とか言ったらそっか、ここら辺かな、要的には、浄化かけるときはね、結界は神様のとこ置くけど、多分ここら辺。あんまりいたずらするようだったらこの子消滅させようかな。今いないけど、ここにトラップかけとくか。成仏コースの多分どっかに逃げてた、見とったらこっからさーっと向こうに走ってたから。ですか。でも事故が多いんです。なんかあ、そうなんだ。なんでか知らないですけど見通しがいいもんですよ。ですか。よっ。事故が多いんだってここ。まあ水の近くだしね、どうしても。じゃあこれかかったんで
どちら置きましょう。いいですか。いいですか。どうぞ。よろしいですか。大丈夫かな。何いや、この力使っていいのかって言われたからさ、ダメだよって。さっき力渡したのを味を占めたみたいで。逆にびっくりされてるってことは。やっぱ警戒された。あ、そうですか。どこ行ってもやっぱ俺はね、警戒されますよ。じゃあ、あとは浄化かけますか。今のは結界で。結界。変なものが入ってこないように。ちょっとこれも持てる。ここやな。ここがこの神社の要、中心。よし、OK。今ね、その地中の下の方ね、悪いの一匹おった。苦しんで燃えた今。本当。さすがに結構下の方だったから土の奥の方だったから分からなかったけど、今全体的に燃えた。ざまー。悪い人間の悪霊一歩手前って感じだよね。悪いのがちょっといた。そっそういうのか。ってどうやってわかるものなんですか。もう気配気配。完全に自分の気を飛ばしてイルカのエコーみたいな飛ばして反射とその当たり具合というか、それで気配を読んで、霊気の声って聞こえるんですよ。その喋ってなくても苦しむ声とか、心霊現象じゃないけど、心霊場所とか行くといろんな声聞こえるんですよ。俺は普通の人は聞こえなくても聞こえる。だから今でも燃やした瞬間に悲鳴が聞こえたっていう。ああ、そうなんです。うわーっつってこう木がある下の方ってことですか。そう下の方、ちょうど建物と木のちょうど植え込みがあるじゃないですか、あれの下の多分20メーター以内、20メーター以内、20メーター以内、地面から隠なんでその地面の中に。れとったんだよね多分。夜にならなきゃ出てこないっていう。
大体その神社っていうのは夜行くと危ないっていうのはそうです。聞くっていうのはそれ生き霊とかがいるからまあそれもありますね。あと、はいやっぱり夜って神様近所見て回るんですよ。近所見てご近所に悪いものがないかとか、はい夕方の4時から5時ぐらいに見て回るんですよ。あいろんな地区を回って、はいあまりにも不浄なものがないか。そうするとはい留守になるんですよ。こちらがそうで結界かけてる神社とか、強い方だと入り込めないんだけど、ここちょっと弱りきってたもんで、はい隠れてたんですよ。あ何かしようって言って、はいで暗くなるのを待って多分夜に悪さしてるんですよ。そうすると、はいこの神社がちょっとずつ悪くなるって汚れが集まってくるとはい悪循環になる。だから今の状態だと、結界かけたもんでもう入ってこれない、はいでその敷地内はいは燃やしたんで、悪いものは燃えるようにしたんで今、はい全部きれいに掃除した後みたいな、そうなんね、霊的に掃除した後、霊的には霊的にはでまあ今の力具合的に言えば200年ぐらいは持つかなっていう。200年200年は霊的には持ちます。そう廃れる廃れないは別ですけど、ここの土地が死ぬか死なないかっていう話だったら、はい200年は持ちます。やっぱ何かこちらも工夫もしてそうですね。参拝の方が来てもらえるようにそうしないすれとばどんどんまた減っていく一方で、いつかは消滅。それがまあ200年は持つかなって。ただ目の前が川なんで、川っていうのは危ないものとかはい集まるんですよ。やっぱそうなんですか、そういうもんなんですか、水の流れっていうのははい良いものも悪いものも来る。はいでちょっと溜まっとる池だとか、はい流れの水が悪いとことかははい悪霊とかが寄りやすい。より安いそう目の前がもしかして川じゃなくって蛇行しとるような川で水たまりみたいにできてたら、はい余計ここら辺は廃れます。はいはい参拝客来てお賽銭やるとやっぱおのずとお賽銭泥棒っていうのがやってくるんですよ。そうそれがなんとも回収してくださいね回収してくださいねでもう本当に夕方になったら母親がこう取りに行ったり近所のさっきのおじさんが「はいお賽銭だよ」って言って家届きに来てくれるので、もうありがたいことで、でやっぱ防犯カメラとかうんつけた方がいいのかなとか、いろいろ取るやつは取りますよそういうのに罰は当たらないかなっていう。バチ神様そんな暇じゃないんであ残念ながらそこまで暇じゃないんで暇そうにしてますけどなんかいいの雑談になってるよそうそう終わりますか終わりますか、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。本日岐阜県じゃないあれ岐阜県ですよね。岐阜県海津市の三輪神社様の総代の代理様息子様にご招待いただきました、はい、まあこちらはねびっくりすることにさガキンチョに騙されたんやけど神様お見えになります、老婆が老婆は若返ったやろ。若返った俺の力取って若返りやがってまあちょっとトイレがないのは仕方ないのかなってどうしても、でまあ駐車場的には路中でいいのかなっていう、ちょっと本線から一段降りてるから端っこに寄せれば別に邪魔にならないんで、まあおすすめといえばおすすめで、恩恵があるかって言われたら多分俺の力をむさぼり食ってるからどうなんだろうでも皆さんが来ればねここも安定するんで。ではお疲れ様でおす。疲れ様でした。いいのこんな終わりで。ではお疲れ様です。ありがとうございましたではどちらがよろしいですか。どっちが両方すいませんわがままにいえいえとんでもない。よいしょ。ね、撮影しとんの
アクセサリーじゃないですかね。なんか言われそうな気してさ。とうとう付け出したかとか。そうそうそう。お守りとかですか？いや、静電気除去です。静電気除去ですよ、これ。最近バチバチ最近パチパチやばくてね。だって指裂けるぐらいさ、やばい時ある。決してアクセサリーじゃないですよ。言っとかんとなんか突っ込まれそうでさ。なんか神様のこうあれかなとかずっと思ってたもんね。よし、できました。今大丈夫だよね。大丈夫。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、このは調べてください。多分分かってると思うんで。知ってます。ご存知です。どうぞ、差し上げますんで。ありがとうございます。ありがとうごではざいます。本日お疲れ様です。ありがとうございました。あいちもずっと持ってて大変でお疲れ様です。では。ありがとう